音楽以外にも付き合っていますか？友達としてその人と。ああ、そう、もちろん、もちろん、もちろん。あ、ではカチ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 。ガンガン出てる。안녕하세요. 음악 커뮤니케이터 가치입니다. 오늘은 제가 도쿄에 와서 영상을 찍게 되었는데요. 10월에 한국에 내 안에서 라이브를 하는 가수분과 인터뷰를 하려고 왔는데 이름이 3개 있습니다. 카미키타 켄랑 케케 기타. 그래서 오늘 이분을 모시고 제가 인터뷰를 해보도록 하겠습니다. シンガーソングライターの上北健です。今日はカチさんのチャンネルに、招待していただきました。まず今名前が3つですよね。そうですね。ケケと上北健と北さんまで、そんななんかその世界のルールがありますか？ルールね、あるのかな。ないんです。ないと僕は思ってるんだけども。では上北さんはなんでプロデュースとしては新しい名前使いますか？だからはいもともとそうですね、歌い手 KK っていう名前から始まって、はいはいそれは他の人の曲を歌っていた。はいはいはい。でそこから自分の作詞作曲で歌うとなった時に、なんか違いをつけたかったっていうことで上北健っていう名義を作ったんですけど。ここで終わりですか？3つで。3つで、ね、終わらないかもっとできるかな。何をする時に何をする、何の名前かな。例えば韓国でなんかプロデュースをする時には新しい名前、韓国の名前するとなんかつけてもらわないと。ケケは呼び方も自分で決めたんですか？もともと KK じゃない。 KK ですね。はいはい、KK でいいんです、正しくは。ああ、そうです。KK っていうのは、僕の中からすると、そのちょっとこう砕けた言い方、ニックネームじゃないですけど、ああ、そんな感じでみんなが呼んでくれる名前。KK のプロフィールの写真はカラス？はい。そう。それは理由がありますか？理由は、当時、イラストを描いてくれていたイラストレーターの方がいて、そのアルバムのジャケットであったりとか、はい、自分の姿を描いてくれてたんですけど、その方に何か動物で、モチーフキャラクターを作りたいんだけど、僕を動物になんか例えると何に見えますかっていうのをそのイラストレーターさんに聞いたところ、カラスとそれを書いてきたので。歌は最初には一からですか？だからその歌い手として、インターネットに、発表する公開するのが最初なんですよ。だからあんまり幼少期とか、学生の頃にすごく音楽をやっていたわけじゃなくて、歌ってみたっていうものが一番僕の最初のキャリアですね。それは何かきっかけありますか？日本でそのニコニコ動画っていう動画のプラットフォームが、ちょうど僕が20歳ぐらい前後の時に、初めてできて、同世代の中でもすごくこう盛り上がったんですよ。なんか面白いものが始まったぞっていうことで、いろんなカテゴリーがあるじゃないですか、ニコニコ動画って。でもその中でも僕はもともと音楽聴くのはすごく好きだったので、音楽関連のジャンル、ボーカロイドはまず面白いと思いますし、その曲をこういろんな
いわゆる誰だかわからない人たちが自由に歌っているっていうあの文化も、まあ、今では結構当たり前ですけど、当時はすごくこう新鮮で面白いなっていうのはあって、でその中で歌聴くのも好きだったんですけど、まあ昔からなんかこう例えば学校の音楽の授業とか、家族の前でちょっとこう鼻歌を歌ったり、家でこう歌ったりしてる時に、歌を褒められることが多かった記憶があるんです。あまりそのいろいろ褒めてもらうことはなかったんだけども、なんか歌に関してはいつも僕が歌うとなんかみんなこう褒めてくれるなっていうのがあったので、もしかすると僕は歌が得意なのかもしれないっていうのをなんとなくずっと思っていて、そこでそういうニコニコ動画の歌ってみたっていうコンテンツが出始めたので、なんか印象的な曲とか覚えていますか？覚えてますね。誰の？まあ本当の最初の初期の人ですけど、まあ、春吉さんっていう男性の歌い手さんがいて、その方がメルトを歌った動画を見た時に、まあ多分もう当時からねその方は結構、プロみたいな感じでやられてたと思うんですけど、なんかそれをなんかああいう無料の誰でも聴ける中で自由にやってるっていうのが結構印象的で、そこからいろんな人の聴くようになりました。黒い土もあったんですけど、欅坂さんの黒い筋、そうだ僕だけがいなくなればいいんだ、そうすれば止まってた。アイドル系も聞きますか？聞いていますか？聞きますよ。だからその黒い羊を歌っている、欅坂ですね、坂道の中だったらね、彼女たちのやっぱ特徴的でしたから曲が素敵だと思いました。はい、なんかまあ似ている感じですよね、欅坂だけで。まあ今は桜坂さんといますけど、最近まあ日本でも韓国の音楽がたくさん活動まあ入っているんですけど、K-POP も聞きますか？例えば誰が BTS もちろん聞きますし、世界的なんで女性アイドルたちは女性アイドルだったらブラックピンクはもちろんもうだいぶみんな聞いてると思うんですけど、まあ最近ねニュージーンズとかルセラフィンはそこそこ聞きますかね。ニュージーンズは韓国でも本当にめっちゃ流行っているから。入ってますね。本当に時代、ニュージーンズの時代です。ですね。次はね。昔よりはやっぱ曲のサウンドとかジャンルの感じもちょっとポップな感じに進めているし、前には口の空間のよく響きを使って、なんだっけ、曲の中でも響きをちょっと一致する感じです。同じね。同じのするように。でも最近はちょっと上の空間の始め、これは何か意図したんですか？自然に変わったんですか？やっぱりこう歌声は、アップデートしたいタイプです。そんな気持ちがあって、ずっと同じ歌がいいっていう思いがなかったんで、徐々にこうアップデートしていきましたね。いろんなものから影響を受けて、で自分にどう合わせていくか。ちょっと前にはいろんな歌い手とかボカロプロデューサーたちとかと一緒にやったんですよね。今はボカロ P だったらやっぱハリー P っていうハリガラスロコさんで、彼はもうずっと僕がデビューからお世話になってる。音楽以外にも付き合っていますか？友達としてその人と？そうもちろんもちろん。ではでは音楽じゃなくて上北さんの他の趣味は何ですか？趣味ある？これは難しい質問なんですよね、いつもね。
この10月に、もう本当に3年半ぶりぐらいに、またソウルの方に行くことができるので、ぜひねそのライブ来てくれる人は一緒に楽しみたいと思うし。